こんにちは、まいです。今回は料理の手間もミニマムになった話をしていきたいと思います。最近我が家の食事上に革命が起きました。パナソニックさんからスチームオーブンレンジビストロをいただきました。最初は今の電子レンジは掃除しやすいぐらいで選んだからハイエンドモデルを使えるなんて嬉しいぐらいでお受けしたのですが、ここのところ最新の電子レンジにはびっくりさせられっぱなしでした。料理はいかにして楽して美味しいものを作るかというのが我が家の常日頃からのテーマなので、ビストロには大いに助けられています。ということで、普段の日常の中でビストロをどんな風に活用しているのかを皆さんにお届けしたいと思います。それでは行ってみましょう。今年の4月に転職をしてしばらく経ちましたが、まだ体が慣れず疲れが溜まっているのをひしひしと感じる仕事終わりの夜。お家に着くと一息つきたくなりますが、一度座ったら最後、もう二度と立ち上がれない気がするので、気合でキッチンへ向かいます。我が家のキッチンに新しい相棒がやってきました。スチームオーブンレンジビストロです。忙しい毎日の救世主のような存在で、電子レンジの概念がいい意味で覆され、料理が苦手な私でも気負わずキッチンに立てるようになりました。今日はおまかせグリル&スープを使って冷蔵庫の余り物で2品同時に作っていきます。メニューはハンバーグとお味噌汁です。スープは耐熱ボウルに材料を入れて、ハンバーグはグリル皿に並べるだけです。焼く、煮る、火加減を見守るという名もなき家事はビストロに丸投げしてしまいます。キッチンを離れられるこの時間、子供の明日の幼稚園の準備をしたり、夫とその日の出来事を話したり、いつもなら慌ただしく終わっていく仕事終わりの時間に少しだけ余裕が生まれました。初めは同時にスープまで作れると知った時は、どうせいまいちな感じでしょとかなり疑いました。しかし想像を超えた出来上がりに2人でおおとなりました。一定のルールはありますが、自分の好きな食材とレシピで作れちゃうのもすごいです。もちろんグリルだけもスープだけも作ることができるので、メインの料理は自分で作って、スープはビストロに作ってもらうみたいなこともできます。もともと一品料理で済ませることが多かった我が家ですが、一品でいいと思っていたわけではなく、もう一品作る余裕がないだったので、手軽に一汁三菜にできるのはとてもありがたいです。うん。
今日は仕事がとても忙しい一日でした。足はパンパンでお箸を持つ以外のエネルギーが残っていない、そんな夜です。それでもお腹はペコペコ。こんな日は無性にがっつりしたものが食べたくなります。ここで登場するのが冷凍庫にひっそりと常備しておいた白身魚のフライです。ズボラ人間にとって揚げ物は油の処理とコンロの掃除が立ちはだかる最大の壁だったのですが、ビストロのおまかせ熱風フライなら油をさっと塗ってグリル皿に並べるだけ。スープは夫が作ってくれていたので、ビストロに揚げ物をお願いしている間、子供と遊んだり、夫と今日あったことを話したりしています。これはかわいい。ふーちゃんいだ。電子レンジで冷凍のフライがサクッと揚がるなんてにわかに信じがたいですよね。かくいう私も最初は全く信じていませんでした。しかしサクッというまるで ASMR のような心地よい音を立てて揚がるのに感動して、今では冷凍フライがすっかり我が家の常備品になりました。おおザクザク、美味しいな。揚げ物をしたとは思えないくらい後片付けが楽で、疲れて帰ってきた夜でもこれなら作れると思えるのがありがたいところです。今日は平日ですが、私が仕事がお休みで気分もルンルンです。だいたい6時ぐらいになると夫と子供が起きてきます。3時に起きてやっていた編集作業の続きをしながら子供と遊びつつ幼稚園に行く準備をしていきます。春から幼稚園に通い始めたのですが、泣いちゃったのは初日ぐらいですぐに慣れて、今ではまだ行く時間じゃないのに玄関で靴を履いてスタンバっています。幼稚園に送ったついでにお買い物も済ませてきました。お腹も空いていたので少し早いですがお昼ご飯を作ろうと思います。ランチはトマトパスタです。お昼も外食は高くて行きたくないけど手間もかけたくない。
そんな時にボウルに材料を入れるだけで作れるワンボウルのパスタメニューはちゃちゃっと美味しく作れてしまいます。ビストロでの加熱が終わったら市販のトマトソースを混ぜ合わせて出来上がりです。午後は少し時間があったのでオーブン機能でロールパンを焼いておこうと思います。これは休日の優雅な趣味というわけではなくて、子供の平日の朝食用に多めに焼いてストックしておくための先回り家事です。以前パン作りに挑戦した時は、もう二度と作るものかと思うほどのものを連成してしまい、それ以来パン作りは封印していました。しかし前モデルのビストロの口コミを見ていると、パンが美味しく焼けるという声が多くて気になっていたので作ってみました。すると自分でも嘘のように美味しく焼くことができたので、それからは気が向いた時だけ作っています。発酵するたびに大きく膨らんでいくので、思ってたのと違う絵面に毎回なるのですが、これでも少しずつ上達してきました。今回も美味しく焼き上がりました。今度はハードパンのリスティックに初挑戦してみようと思います。はい、以上が料理の手間もミニマムになった話でした。最近の電子レンジはすごいですね。料理が苦手な私でもこれならできそうと思いました。動画では紹介しきれなかったのですが、冷凍唐揚げをカラッと温めたり、すごいよ。なんかすごい。ジュージューしてる。ゆで卵や温泉卵をスチームで作れたり、焼き芋をホクホクに作れたりと、うわ、すごい。いい。すごい。すごい。完璧。お見せした機能以外にも盛りだくさんです。本当に私も夫も気に入ってビストロをいただいてからガンガン使い倒しています。もちろん普段ビストロだけを使っているわけではなくて、フライパンを使ってガス調理も普通にやっています。でもこの頑張る料理もできる、楽な料理もできるという選択肢ができるのがとてもいいなと思いました。毎日料理を頑張ると疲れます。そんな時、手軽に一品増やせるオーブンレンジがあるのはとても大きいなと感じました。かなり手は出にくいお値段だと思いますが、日頃から料理を頑張っている人ほど使ってみてほしいなと思いました。少しでもいいなと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。ボイシーというラジオ配信でも暮らしの気づきについてゆるりと話していますので、よかったら概要欄から遊びに来てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
せーの。